はい、どうも皆さんこんにちは。ロンゲート坊主の坊主でございます。今日はソロで私のお家からお送りしたいと思うんですけれども、今日なんですけれども、私が今着ているこのシャツなんですけれども、これもともと一世三宅で購入したもので、もともとターコイズブルーっていうすごい綺麗な色だったんですけれども、やっぱ淡い色でどんどん汗じみが出てきちゃって、ちょっと着ることが少なくなっていたんですけれども、私が以前動画に撮ったサロモンと11 by ボリス・ジャン・サベリのオフホワイトのスニーカーがあったんですけど、それを汚れたのでダイロンマルチダイっていう染料で染めたらうまくいって、それを踏襲してこのターコイズブルーもええ感じに染めれるんじゃないかと思って染めてみたんですね、黒で。でこういう感じになったんですよ。いい感じに色ムラもできていて、でよく見てみると使っている糸が多分コットンじゃなくて化繊なので染まり方が違ったりだとか、ボタンもほんのり染まったりだとか、うまいことグラデーションができたので、私がはるか昔になぜか買ってしまった白いジャケットがあるんですけど、どうも着る機会がなくて、でほんのりちょっと汚れていたので、これもダイロンマルチダイで染めたらどうなるかと思ってちょっと実験してみたいと思います。はい、で今回染めたいものなんですけれども、こちらですね。白いリネンジャケットなんですけれども、ちょっとあまりにも白くてサイズはまあ大丈夫なんですけど、全然着ずにタンスの中にしまっていて寄付しちゃおうかなとも思ってたんですけども、せっかくの機会なので染めてみようかなと思うんですけど、うまく染まれば着ることができるんじゃないかなと思っております。で染める色なんですけども、今回2度染めしようかなと思っていて、前回のこの一世三宅の面はもともとターコイズブルーが入っていて、それを黒の染料2袋使って2回に分けて染めて、これぐらいの濃さになっているので、2袋ちょっと足りないかもしれないですけど、これジャケットにはちょっとやってみようかなと2袋使おうと思って、1つがパープル、ウィンドソーパープル15番ってやつですかね。これでほんのり紫をつけて、結構がっつりついたらそれでいいんですけど、つけてその後に一回乾かして、で洗いをかけて、でこの黒でもう一度染める。でこれで深い色になればいいなと思うんですけど、 5.8g の1袋で T シャツ2枚 Y シャツ1枚、子供服約2枚なので T シャツ2枚分ぐらいの染料であるということだったんですけど、2袋使うから大丈夫じゃないかなと思うんですけど、もしかしたら全然足りないかもしれないんですけども、ちょっとやってみたいと思います。でダイロンマルチダイのいいところって、天然繊維もちろんがっつり染まるんですけど、あと化学繊維の例えばレーヨンだとかアクリルとかも染まるので、それで私スニーカー染める時にいろいろ調べてダイロンマルチダイを選んだんですけども、結構がっつり染まったので、素材によって全然染まり方も違うので、予期せぬ色ムラだとか予期せぬこのカラーコントラストが出てすごく面白かったので、ちょっとそれも期待して実験してみたいと思います。はいはい、ということで私の生活感丸出しなキッチン兼洗濯機がある場所に来ました。まずは第一段階としてこのジャケットを一度洗って水に含ませて濡れた状態にします。洗濯が終わりました。水に浸かった状態です。で用意するのが80度ぐらいのお湯でございますね。でもちろんダイロンの染料ですね、パープルをまずは使うのでパープルだけで、私が三宅のシャツを染めた時に使ったものがこちらの梅酒の瓶、ここの中で私は染めておりました。で個人的に役立ったのがビニール袋2枚ご用意いただいて、でそれで二重にして使っておりました。なのでビニール袋2枚でゴム手袋汚れるので指も結構染まるので、なんやらかんやら汚れちゃうと思うんですけれども、ゴム手袋ですね。であとは塩です。塩適量でございます。でこれでやっていきましょう。だいたいね目分量なんですよね。本当はちゃんと測らないといけないと思うんですけども、このお湯は湯気が立ってるぐらいで。はい、ということでまずは正式な手順としては、マルチ1袋にあたり 500cc の80度ぐらいのお湯を
注ぎよく混ぜ染液の原液みたいのを作るみたいな感じなんですけれども、まあそこら辺は適当にちゃんと染まるんでマルチなんで大丈夫だと思います。梅酒の瓶にビニール袋2枚重ねやってみましょう。塩も適量入れますよ。緊張するわ毎回これ。ダイロン信じてるぜ。あ、もう染めちゃった。いってください。はい、まずは紫いきます。一粉も無駄にしたくないですね、こういうのは。よしよし、いいですねいいですね。ゴム手袋も一応やっておきますか。そううまく染まるかなあ。皆さん汚れてもいい格好してくださいね。でまあ湯気が立ってるおそらく80度ぐらいあるであろうものをほんのり注いで、ああ紫になってる。いいですね。でまあ原液を作るってことでそこまで気にせずとも、まあ塩を適量わりかし結構入れてもいい気がしますね。これ多分染め止めの効果もあるんじゃないかな。肥料入れます。これでここで揉んであ、これちょっとぬるいかも。そうでもないかな。よくもみのよく混ざるようにもうちょっとつけとこう。まあ染まるんでこれ正直黒ももう混ぜちゃってこの段階でいいのかなとも思うんですけど、まあおそらく一回染めてのもう一度上から染めた方がいいんではないかなと勝手に思っておりますのでやってみましょう。今のところこんなパープルでございますね。綺麗な色ですね。今煮立てております。はいはいはい。ではもうちょっと茹でてたものをきれいの足りない気がしてきたな、お湯。これは80度か。おそらく足りないのでまた水足しの。あと原液を作った後の工程としては容器に6リットルの熱湯を約80度を注ぎ塩 30g と1の溶液を入れてよくかき混ぜます。これが染料液を作る工程ですね。まあ目分量でやっていきましょう。温まったので6リットルってのもなかなか分かんないですね。いやまあいけるっしょ。これぐらいでこれでもみ洗いですね。よしよし。これで先ほど洗ったジャケットを投入しますが、追い塩をしておこう。なんか塩に関しては多ければ多いほどいい気がする。なんとなく。よし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 。はいはいはい。よし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 。ではいって、いやこれ入るかな。シャツとはちょっとボリュームが違う。いや入んねえ気がするな。いってってください。あ、これは全然いかないわこれ。ダメだ。いやでも染まってるか。いやこれ取れねえわ。やっちゃったかも。ちょっと待って。どうしようかな。よし。まあ適当に全部入れちゃって。これ染まんのかな。でもみ洗いですね。あとはもみ洗いをこの上でやっていきます。お箸を使ってもいいらしいですね。次の工程が染めるものを広げて入れて20分もみ洗いをするようにしっかり混ぜます。結構ね混ぜるんですよねこれが。よいしょ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 。よいしょ、こういう感じですね。あちゃ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 。こんな感じです今。こういう感じ。全然足りない気がしてきたけどどうなんだ。でも結構ムラが出ますね。なので意外と餅つきの要領で、多分ね実際の染めてるプロの方からしたら何をやってんだろうなこいつと思うんですけどね。でもまあ多分ね用法用量ってすげえ染める時に大事な気がするんですけどね。まあそれはね感じの色見えます。こういう感じの色に今なってるんですけど、これをね黒で二重にすることによって感じになるんじゃないかなと思うんですけどね。
そう結構ねこれだけ見ると染まってるじゃんと思うんですけど、洗いかけると結構落ちるんですよね。今のところまだまだムラがあるので20分もみ洗いってことで、いやでもね本当にこの三宅のやつはうまく染まったなと思っていて、色ムラがあってでいい感じに普通に最近着てるんですけど、注意点とすれば私これ多分ね着る前に5回ぐらい洗濯機で洗って干して洗って干してやってたんですけど、雨降った時にこの下に白い T シャツ着てて、でまあ湿気で汗かいたのか分かんないですけど脇のところだけ結構色移りしてたので、何回洗っても意外と難しいのかもしんないですね。多分ねこういうので多分染料止めみたいのがちゃんとあれば使えばいいんでしょうけど、まあめんどくさいんでこの黒 T を着るときには白 T を着なければいいだけなので大丈夫かと思います。塩が大事な気がしますね。やっぱり淡い色の素敵なシャツとかあると思うんですけど、それを汗じみとかで捨てるのはもったいないので一発ちょっと染めてみてもいいんじゃないかなと思いますね。使わないものがあるんだったら。で結構ねボタンの色とかもいい感じに染まってすごく新鮮な色になると思いますよ。もしよかったらお試しください。今のところこんな感じでございますね。いやーちょっとね染料はねもっと必要だった気がしますね、今やってみてて。ジャケットとシャツじゃ面積が違いますから、あら淡い色で、淡い色なところもあれば濃い色なところもあるな。ちょっと濃いなここだけ。ちょっとねここはでも綺麗、こんな感じになっているので、ちょっとこの淡いところをでも出るわ。おおなるほどなるほど、出てます。これ抜いたらピシャーってなりそうだな。ちょっと今のところこんな感じでございますね。割と綺麗な気がする。でもこれ落ちちゃうんだよね。もうほんのり紫が残った黒っていうのもいい気がしますね。黒も1袋だったらまあ墨黒とは言わずともちょっとグレーがかった黒になったらまたオツですね。でこれで20分もみ洗いしたとして、実際にするんですけど、でここからつけ置きでございますね。20分のもみ洗いに20分のつけ置きですね。ビニール袋を使うことによって何ですか、落とし蓋的な効果もねなんとなくある気がするんですよね。よしこんな感じでつけ置きしたいと思います。こぼれちゃった。私ね雑なんですよね、こういうところね。渡君に結構怒られるんですよね。所作が雑って言われてね。まあいいんじゃないですか。これでちょっと20分置いてみましょう。さっさ20分ぐらい経ったのでつけ置きも OK ということで取り出していきたいと思います。で一応公式のガイダンスとしてはここからすすぎに入るわけですけれども、この染料の処理方法なんですけれども、排水口に流しても問題ないということでしたので、そのまま処理しちゃおうかなと思うんですけれども、今日干して明日もう一回染めるとなるとこの染料もう一回使えるらしいので、もしちょっとでも残っているんだったらこれにまたお湯足して黒混ぜて少しでも濃くできればなと思いますので、まずこれをねどうやっていきましょうかね。でも地道にこうやって水絞っていった方がいいのかな。染液を無駄にしたくないですね。さっニョロニョロと袖の部分ですね。袖の部分が出てきましたね。染まってますね。綺麗ですね。よしいいですよ。ちょっと絞りの徐々に綺麗じゃないですかこれ。ここの部分はちょっとうまく染まってますね。よいしょ。よし。いいよ。ボタンは染まってないですね。見えます？ボタンはね全然染まってない。ででーん。よし。ほとんどここ残ってるのか。やっぱあれですね、二重にしといて正解ですね。普通に破れてました。こっちはまだ生きてるので明日漏れてんのかな。漏れてないか。一応もう一つで
保存しておいて、ガラス瓶汚れてもいいっちゃいいんですけど、これは明日使います。これで明日黒と混ぜて使います。よし。でこんな感じですね。見た目的にははちゃめちゃに綺麗なんですけど、騙されてはいけません。これから結構落ちます。私は三宅ソロモンの1回染めた状態を見てるので分かります。でもしかし綺麗ですね。こっからね、公式的にはね、余分な染料を落として脱水して陰干しらしいですね。あとはもうゆすいでいくだけでございますね。意外と黒と違ってそんなに水でも落ちないですね。綺麗ではありますが、でも黒の染料使った時と全然違いますね。ほとんど水も透明な感じですね。普通に染料足りてなかっただけかもしれないですが、よし、もうこれで洗濯機で入念に洗えばいいでしょう。で干して第1段階終わりですね。では文明の利器洗濯機に入れてしまえばいいんじゃないでしょうか。今のところ色はいいですよ。これで黒が乗ったらええ感じなんじゃないですか。いってらっしゃい。大丈夫っしょこれで。洗って干して乾かして、で明日また10分ぐらい高速で水を含ませて同じプロセスでございますね。洗濯機が終わるのを待ちましょう。イエイ。さあおい、あららこんな感じでございますね。ムラってますね。染料は落ちてるんじゃないですか。なんかもともとシワが入ってる状態で染めたので、予期せぬ絞り染めみたいになっておりますね。見えるかな、こういう感じ。これがどうなるか、一回乾かすとまた全然違う気がしますね。ここら辺はもうかなりまだらになってますね。味のある感じになってるんじゃないかな。ということで第1段階終了でございます。また明日乾いたら同様の手順で黒で染めていこうと思います。乞うご期待でございます。どうも皆さんこんにちは。坊主でございます。2日目でございます。1回染めたものが完全に乾いているので、どんな感じになっているかお伝えしたいと思います。どうでしょうか。わりかしね、色ムラが図らずとも絞り染めのようなグラデーションになっておりますね。悪くないんじゃないでしょうか、今のところ。これに黒が乗ったらいい感じになるのではないでしょうか。見た感じだとボタンは染まってないですね。ではまずこの一度染まったジャケットを軽く水洗いして水分を含ませた状態にします。お急ぎでいいと思いますね。10分間ぐらい回します。で次に昨日紫に染めた液がちょっと残っているので、こちらに黒を足したいんですけれども、また80度に温めないといけないので、フライパンを使うにもちょっとこれに染液が含まれるのはあんまりよろしくないかなと思うので、煮立てのこれをこんな感じで温めます。黒が溶けないように注意したいですね。洗濯も終わり、染料も温め直しましたが、一つ皆さんに注意点です。このやり方でやるとしたら、こうなってると、フライパンの熱でここが若干溶けてくるので、そこはお気をつけください。しかし80度にはなってると思います。さっきまで煮立っておりました。やっていきましょう。手袋をして、このいつものガラスの瓶にとりあえず2層目は大丈夫ですね。やっぱり
2段構えが大事ですね。この状態でまずは黒を入れていきたいと思います。飛び散らないようにお気をつけください。もう黒いで、もう黒いよ。濃いですね。これは黒はね、独特の匂いがありますね。でもうこれでこの段階でもみ洗いをし、これでよく混ざってるんじゃないでしょうか。収まるのがよし。いいよいいよ。今こんな感じですね。よいしょ。水を含ませた紫のジャケットを投入していきます。いやー、黒はね、ほんと皆さん汚れるのでお気をつけて。よし。これは汚れるな。ちょっと待って。飛び散ったらもうそこが汚れるので。よいしょ。熱いね。ルルルルルルル。染まってますね。染まってるように感じるかもしれないですけど、乾くとそうでもないんですよね。そうだ、塩を足しておこう。そう。塩はね、多めに入れておきましょう。忘れるとこだった。これが定着を助けると思います。いや、多分ね、本来であればね、この梅酒の瓶じゃなかったらもう少しもみ洗いが楽な気がするんですけどね。わざわざそれ用にガラスのでっかい容器を買うのもバカらしいので、私はリサイクルショップで100円で売ってるので、こういう梅酒の瓶はそういうところで買いましたね。じゃあこんな感じでね、こんな感じであとは20分つけ置きしますか。でもやっぱり爪の間に入りますね。でちょっとお湯を足しの、こっからつけましょう。これで一旦20分つけます。だいたいこんな感じの3乗になりますのでお気をつけください。20分つけ置きができたので出していきましょうかね。こっからがね、汚れるんですよね。出してないか。よし。はい。染まってますよ。ルルルルルン。染まってますね。染まってますね。はい。こっからあとはもみ洗いでござんすね。ほんのり紫が見えてきたような気のせいかな。こんな感じですね。よし。では文明の利器洗濯機ちゃんに入念なすすぎ洗いが終わりましたので取っていきたいと思います。おやしっかりと黒に染まっているんではないでしょうか。ムラ出てますね。いいですね。今のところは染料がついてることもなく、いいんじゃないですか。ここに紫のムラがついておりますね。これで明るいところで見てみましょう。まだ乾かす前でございますが見ていきましょう。かなり濡れてる感じですと染まってはいて黒が強いんですけれども、色ムラが程よく見えますね。でボタンに関してもやっぱり黒で染めるといい具合にボタンも染まってくれてる気がしますね。さあこれを乾かすとどうなるか、また明日のお楽しみということで乾かしていきましょう。
はい、どうも皆さんおはようございます。坊主でございます。あと2回洗濯機で入念に洗いをかけて乾かしてスチームをかけて出来上がりました。お披露目です。ズーズンズーズンズーズンででーん。いいんじゃないでしょうか。色ムラが綺麗に出ているんじゃないでしょうか。紫のところが黒が乗ったことでグレーになっている感じでございますね。ところどころにランダムにムラができていて、背面はこんな感じですね。色ムラの良い表情が出ていると思いますね。濃淡が結構激しく出ておりますね。いいですね。やっぱ二度染めってのはいいアイデアだと思いますよ。ちょっとパキッとしていてテクスチャーも染料が乗ったことで少しゴワッとした感じになってると思います。感じです。はい、ということでいろいろとアウトフィットを組んでみました。3パターンですね。最初のアウトフィットはキャップときれいめのスラックス、これエンジニアガーメンツなんですけれども、今回のジャケット合わせて、で足元はボリス・ソロモンのサンダルで軽めにしておきました。あんまりラフな感じにならないようにしてますね。下は黒の T シャツ、ボーイズ・ブランドのものですね。それで、襟立てて、軽い感じで初夏くらいだったら感じじゃないかと思います。続いてアウトフィット2パターン目ですね。ジャケットのテクスチャーがザラザラバリッとしてる感じなので、下もランバンの確かちょっと金属入ってる昔買ったパンツを合わせておりますね。で下さすがにサンダルだったらちょっとあまりにもラフすぎるので革靴にしております。個人的に雰囲気に統一感はあると思うんですけれども、ちょっと外しのアイテムが見つからなかったので、これはもうちょっと要検討かなと思いますね。外しのポイントがなくて抜いてる要素が少ないなと個人的に感じております。でアウトフィット3つ目ですよね。これ意外とハマったなと思っていて、秋に良さそうだなと思っております。綺麗なシルエットのパンツとゴワゴワ感のあるリネンジャケットに綺麗なニットも合わせてて、特にスカーフとかも巻かず、あえて鎖骨というか首元の肌見せることでうまいことバランスできてるのかなと思いますね。今回は襟立てずにちょっときれいめな感じでまとめております。で個人的にはかなり個性の強いジャケットに仕上がったと思っているので、生地感を合わせすぎると、若干コスチュームっぽくなるかなっていうのが懸念点ですので、アウトフィット2パターン目に見られるようなので、キャップとかメガネとか、アクセサリーとか、もしかしたらサンダルとかでもいいかもしれないですけど、少しそういう現代風なアイテムをちょっと合わせるとうまいことミックスされてちょっと不思議な感じができるのかなと思います。はい、ということで長々と喋ってきましたけれども、今回は白のリネンジャケットをダイロンマルチダイで2度染めしてみましたという動画でございました。こんな感じになってます。わりかし感じになったんじゃないかなと思うんですけれども、注意点としてはおそらく何度洗っても条件次第では下に白シャツとかを着ていると色移りすると思うので、そこはお気をつけください。動画でご覧になって分かると思うんですけど、意外と適当にやっても染まるので、これが誰かの参考になって、もしクローゼットの中に眠っている、白いジャケット、白いシャツ、白いパンツ、もしくは淡い色のアイテムがもしあって、これ形は気に入って生地感も気に入ってるんだけど汚れちゃったな、汗じみが目立つなってなったら、一回ちょっとダイロンマルチダイで染めてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、では今回の動画は以上になります。久しぶりのファッション動画、DIY 動画なんですけども、お楽しみいただけたら幸いでございます。はい、では今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またね。